今日のレシピは私が修行時代実家の店竹部で肝串という名前で売られていた鶏の内臓を全部使った料理です。肉屋ですので毎日鶏をさばいていたのですが、3日くらいで内臓がたまります。心臓や砂袋、レバー、当時はそれ以外の部位全部美味しく味付けし、串に刺して限定品として出すのですが、1時間くらいで売り切れの人気商品でした。はい、今日は鶏肉を使ってホルモン串を作っていきたいと思います。心臓とレバーと砂肝、そして鶏もも、これを使っていきます。まず鶏もも骨から外します。これを一口大に切っていきます。一口大って言っても鶏肉は洗わずに調理しましょう。生で食べると食中毒を起こすこともありますが、加熱処理すれば細菌を殺すことができるので大丈夫です。しかも今回の調理法では一度加熱して出た油や汁を捨てるのでなおさら問題ありません。ただしなるべく新鮮な古い匂いのしない食材を使ってくださいね。私は買い物に行くとき、新鮮な食材を求めてスーパーでもなるべくお客さんが多く回転の良いお店に行って色や匂いを確かめてから買っています。これは古いなと思ったら購入を諦め他の店へ行くか、量をたくさん買うから僕に新鮮なのはないかと尋ねたりもします。心臓半分に切って筋を落として血が入ってたら食べます。心臓はこれで OK です。札は作っていきましょう。よし。続いてこれがめんどくさい砂肝。細いので。は2つに切り離すだけでいいですね。はい、それではフライパンに火をつけて油を敷いて、じゃあ鶏肉から炒めていきましょう。強火でいいです。
熱を加えすぎて焦がしてしまうとメイラード反応により人の皮膚や心臓への健康リスクを引き起こす可能性のある有害な化合物 AGE 高度透過最終産物が生成されてしまいます。特に鶏の皮はパリパリに焦がしたくなっちゃいますよね。焦げを絶対食べちゃいけないと神経質にならなくても良いとは思いますが、焼きすぎると美味しくなくなりますので、火がギリギリ通る程度を見極めてください。この料理の名称はタケルでは確か肝串とつけて売っていました。炭火で焼く焼き鳥とはまた違うので、一応このチャンネルではホルモン串としましたが、焦げ目がつく焼き鳥より体には良いでしょう。はい、そしたらだいたい焦げ目が全面についてきましたら火を止めて、これを油切ります。油をよく切って置いときます。火をつけて続けていきます。心臓、はい、こんなくらいで火を止めます。では持ってきます。はい、油切ります。続けてどんどんいきます。つなぎもはい、これも火を止めます。火をつけて少しもう油なくなってきたので、ここで油入れます。はい、レバー入れます。はい、いいでしょう。火を止めます。水分切ります。フライパンを拭いて火をつけて、醤油、酒、みりんでもいいんですけどね。で、砂糖で、生姜をすっていきます。全部入れていきます。鶏、心臓、砂肝、
レバー、鶏の肉は特にスポーツをやっている人にとっては良質のタンパク源です。鶏肉は疲れを癒すイミダゾールペプチドを豊富に含んでおり、その成分は特にささみや胸肉に多いのですが、もちろんもも肉にも含まれています。また内臓の部分も貴重な栄養素が豊富。レバーはビタミンと鉄分が豊かで、貧血気味の人にとってはとても良い食べ物でしょう。心臓や砂肝もカルシウムとビタミン、ミネラルを含み、食感もコリコリ丈夫なお肉で、これを食べると筋肉の張りがいつもと違うと感じられるほどです。ボディビルや筋肉トレーニングをしている人はぜひ試してみてください。サプリメントで摂るプロテインよりも効果があるかもしれません。埼玉県でボディビル入賞経験のある私が言うのですから確かです。いずれにしてもこれらの栄養素は健康な体を作るのに有益で、健康や美容にも効果があります。ただし摂りすぎもよくありませんので、いくら美味しくても量はほどほどになさってください。はい、そしたら一回火を止めて、片栗粉を水で溶いて、これをさーっとかけます。はい、とろみがつきましたら、これを串に刺していきます。火を止めます。そしたらこれを串に刺していきます。まず鶏もも、レバー、で砂肝、で心臓、もう一回レバーいきましょう。鶏もも、砂肝、で心臓最後。はい、まあ順番適当でいいです。ただ根元のとこだけしっかりしたものがいいと思いますね。調理してすぐに串に刺して売るので熱々、特にとろみがついているので大変やけどしそうになりながら串に刺したのを覚えています。まあ手袋をするかトングなどで挟んで刺していくか、少し冷ましてから作業を行っても良いでしょう。このホルモン串、パラグアイの民宿でも何度か調理してお客様に出したのですが大好評でした。料理のプロのお客様も中にはおられたのですが、大変褒めていただきました。内臓料理は臭くて苦手という人もこれは食べられるかもしれません。ぜひ皆さんも作って挑戦してみてください。はい、山椒の粉をかけてホルモン串の完成です。